この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は、現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますのでお待ちくださいね。それではご覧ください。なんと3回目もやっちゃいます。プロだったら1ミリも知らない原神のキャラ、ヒントだけで完璧に描ける説スタート。ということで、大人気オンライン RPG 原神のキャラをいくつかのヒントだけを元に当てていくっていうミリシラチャレンジ。2回目もすごく評判が良かった原神のミリシラチャレンジなんですが、前回多く寄せられたコメントがありました。第3弾、もしやるなら、日本モチーフの稲妻っていう国のキャラクターが見てみたい。あ、日本モチーフの国もあるんですね。それはぜひやってみたいです。ということで、リスナーさんのヒントを元に、今回もリクエストが多かった3体を選んで、キャラクターデザインを当てていきたいと思います。そしておなじみになりましたが、最後の1人だけはヒントなし、ボイスだけを元にキャラクターデザインを当てていきたいと思います。いやー、これ毎回ドキドキなんですよね。ぜひ最後までお楽しみください。それでは早速行ってみましょう。1体目のキャラクターはこちらです。最初ちょっと緊張するのでね、書くかーって感じなんですが、気合を入れてやっていきましょう。キャラクター名、ライデン将軍っていうことなんですが、なんかもう名前からしてめちゃくちゃ強そうですね。ヒントはこちら。雷を操るクールなキャラクター、なぎなたを使う武人、紫がかった長髪の三つ編み、おっぱいから日本刀。おっぱい？何？将軍って言うから男だと思ったんですが、あ、女の人なのか。紫がかった長髪の三つ編みっていうのもありますから、これは間違いなく女性ですね。でも、はい。なるほど。女性で将軍っていうことはね、結構気の強そうなきつめな女性なんですね、これは。はい。いや、大体わかりました。僕結構女性の尻に敷かれるのが好きなタイプなのでね、僕好みの女性を描いていけば、それがライデン将軍になるでしょう。あとね、ちょっとこれさらっと流しちゃいましたけど、聞き捨てならないことが書いてありますよね。おっぱいから日本刀って。まさかね、こうじゃないですよね。いや、多分ね、おっぱいって言っても、胸元からズズズズズズって出す感じだと思うので、多分ね、これで合ってると思うんですけどね。ちょっと怖いもの見たさで、これもちょっと見てみたい感じありますけどね。それと、なぎなたを持っているっていうことなので、反対の手になぎなたっぽい武器を持たせてみました。ここから着彩ですね。雷っぽいキャラクターと聞くと、どうしても黄色を連想してしまいがちだと思うんですが、ちょっとね、このキャラ、黄色っぽくはないと思うんですね。ヒントに、紫髪のクールなキャラクターって書いてあるのと、あと、胸元を強調したキャラっていうことなので、キャラクター全体の印象は、妖艶な感じの女性なんだと思うんですね。でね、もう、妖艶って、色のイメージで言うと、紫って相場が決まってるんですよ。なので、髪の毛だけではなく、着ているものも全体的に紫っぽい感じだと想像します。そうなんです。紫色って、それだけで、ちょっとこう、性的なニュアンスを含んだエチチな色なので、これ実は、現実世界であまりにも紫色を多用してしまうと、あれ？なんかこの人、紫すっごく好きなのね。ちょっと欲求不満なのかしらなんて思われることがあるので注意が必要です。あと、紫色だけだとちょっと締まらない感じがするのと、あと何よりも名前に将軍っていうのがついてるので、ちょっとこう、攻撃的なニュアンスが欲しい感じがしますね。なので、ところどころ差し色で赤を入れつつ、黒も大きな面積で入れて、より強気な女性のイメージを作り上げていきます。いい感じ。ただね、ここちょっとポイントなんですが、黒って結構質感で言ったら硬い、パンと張ったような色のイメージになってしまうんですが、逆に柔らかさを強調したいっていう場合には、黒は向かない色なんですね。ライデン将軍、強気な女性であるとは思うんですが、同時に妖艶で柔らかい印象も含ませたい感じがあるので、ちょっとこれはバランスが難しいんですが、胸元、ここに関してはあまり黒は入れずに、白を多めに取り入れたデザインにしていきたいと思います。胸元に白を取り入れると、ふわっとした柔らかな印象にすることができるんですよね。そして、今回は稲妻という国を舞台にしたキャラばかりを集めています。稲妻は日本をモチーフにした国ということなので、着物にもね、おそらくふんだんに和柄が取り入れられていると思います。最後、バックに伝来のような俊敏さを表すエフェクトと、それと同時に花のように妖艶さをまとわせる花びらエフェクトを追
追加していったら、はい、斎藤直樹予想、原神の雷電将軍の完成です。いやー、どうでしょう。結構いい線いったんじゃないかと思うんですが、さあ、一発目。めっちゃ緊張しますね。答え合わせしてみましょう。本物の雷電将軍のデザインはこちらです。ドドン。って、ちょっと、なんかよくわからない反応をしちゃったんですが、いや、なんかね、第一印象近いかなって思ったんですが、いや、ですね、僕ちょっとこの、将軍っていう言葉に引っ張られすぎましたね。僕のデザインは、髪の結わえ方も、ポニーテールにしてみたり、あと、ツンツンした髪飾りをあしらったり、あとね、目つきも釣り目にすることで、きつめなキャラクターイメージを作り上げていったんですが、本物の雷電将軍は、きつめな印象がまるでない代わりに、怖いぐらいの妖艶さをまとっているような、なんかこう、冷たく見下されるような目。これはいいですね。これはすごいわ。好きですね。はい。はい。ごめんなさい。細かいところを言うと、腰の部分のアクセサリーに日本っぽいデザインを取り入れたり、あと和服のラインも、お城の屋根のようなシルエットを取り入れてあったりと、すごく和な感じを取り入れてあって、めちゃくちゃいい感じのデザインですね。いやー、雷電将軍、一気に好きになっちゃいました。さあ、それでは次のキャラクターに行ってみましょう。次描いていくのは、こちら。はい。ゴロですね。ゴロ。名前ちょっと可愛い感じですよね。数あるリクエストの中からゴロを選んだ理由なんですけど、ちょっとこのツイート見て。投稿者、ゆうきあおいさん。ゴロを書いてください。特徴は、獣耳、弓使い、茶髪です。って、いや、ちょっとこれね、僕このツイートびっくりしすぎて二度見しちゃったんですが、完全に声優の結城葵さんご本人でした。いや、なんかもう、こんなことまでつぶやいてくれてて、もう、嬉しくてうるっときちゃいました。結城葵さんは、原神の女主人公の声を当てている公式の声優さんって、そのぐらいは僕でも知ってたのでね、結城葵さんからリクエストをいただいてしまったらもうそれはやるしかないでしょうということなので、ミリシラゴロ、気合を入れてデザインしていきましょう。特徴はこちら。獣耳でモフモフの尻尾。岩元素の弓使い。青い目。茶髪。獣耳でモフモフの尻尾っていうことは獣人なんですよね。で、弓使いなので、多分体型は身軽で細身な感じ。それで、名前がゴローってね、可愛い感じなので、これは多分、相当やんちゃな感じじゃないですかね。髪色が茶髪っていうことなので、はい。多分ね、わかっちゃったわ、これ。これですね、ツイステのラギーブッチくんだわ。はい、断言しましょう。ゴローくんはおそらく和製のラギーブッチくんです。っていうことでね、書いていきたいんですけど、とはいえですね、ちょっと気になるのが、ゴロっていう名前なんですよね。ゴロラギーブッチくんが見た目年齢15、6歳ぐらいだとしたら、ゴロ。いや、もうちょっと見た目年齢幼めかなとも思うんですよね。12、3歳ぐらいのやんちゃ盛りみたいな感じがします。なので、ちょっと気持ち見た目を幼くしつつ、オイラに任せとけみたいなね。なんかそういう感じのモフモフに仕上げていきたいと思います。はい、ここから着彩をしていきましょう。ポイントは何と言っても元気さですね。ヒントに茶髪ってあるんですが、茶髪といっても黄色寄りの茶髪か赤寄りの茶髪ってあると思うんです。でもここでは黄色の茶髪を選択していきますね。なんでかっていうと、黄色は元気な色なので、ゴローくんの毛をね、黄色にすることでより元気に、そしてちょっと幼い印象に仕上げることができるからですね。ゴロー、ここに参上つかまつった。姫、オイラが来たからにはもう大丈夫ですよってね、颯爽と現れてすぐに突撃していって、で、一番最初にやられるタイプのお調子者ですね。そうですね、イメージとしてはもう柴犬みたいなそんな感じのモフモフくんだと思います。完全に僕の想像なんですけどね。あとね、地味に迷ったのが、下半身どうするか問題なんですよね。獣人って色々な派閥があって、で、ゴローくんは人間ベースの耳と尻尾だけ獣派の派閥に属するような獣人かなって思ったんですが、よく考えると、下半身すべてが獣人タイプっていうのもあるんですよね。例えば、ブレスオブファイア2のリンプーとかね。
このタイプに当たると思うんですが、こうすることでアクティブな感じを強調することができるような気がするので、五郎くんも下半身を従順にしていきましょう。最後に弓使いなので、木の上を元気に跳ね回っているイメージで、背景に木のシルエットを追加していったら、はい、斉藤直樹予想、原神の五郎くん完成です。さあ、どうでしょう。いや、これ結構ね、自信あるよ。だってこれ、見た目めっちゃ、ゴロって感じじゃない？ゴロ感ありますよね。それでは、正解見てみましょう。正解のゴロくんのデザインはこちらです。ドドン！うわー、ゴロ！お前、キツネだったのか。うわー、やられた。これ、キツネだよね。これ、柴犬なんだ。そっかそっかそっか。僕も柴犬っぽいニュアンスを含ませたつもりだったんですが、柴犬は柴犬でも本物の五郎は割とシュッとしたイケメンの柴犬ですね。僕の五郎くんはちょっとずんぐりむっくりした芋っぽい感じの可愛い柴犬を想像してました。一人称がね、オイラみたいな、そんな感じ。でも待って、ちょっとここすごい。お腹見せてますね。ここは合ってましたね。いやー、やっぱりね、中犬である以上、でね、飼い主にお腹を見せるはずですから、お腹は見せているデザインだろうなっていう風に思ってました。っていうか、これかわいい。留め具が犬の足跡のデザインなの。ゴロー、お前かわいいなー。よし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 。はい、っていうことで、次に行ってみましょう。次にチャレンジするキャラクターはこちらです。はい、最後はですね、声だけでデザインを当てていきたいと思いますので、声を聞いていきましょう。また、例のごとくイラストレーターの牛さんに声を送っていただきました。なんかもう完全に牛さん、ミリシラの声担当みたいな感じになってるんですけど、いや、ちょっとね、後でお礼にお菓子でも送っとかないとな。雨降る風の中、刀を持ちて裸足で歩く。拙者は楓原和葉と申す。四方をさまよう浪人でござる。同じ旅路を行く者同士、共に歩もうではないか。これほど美しき景色を見れば、おのずと旅がしたくなるものであろう。手元に葉があるのなら、拙者が草笛で一曲奏でよう。拙者のことを知りたいのか？見ての通り、どこにでもいる流浪武士でござるよ。風よ、風の行く先よ。風を知れ。風の赴くままに、雲がくれ。借りなくとき、風のむた、雲の行くごと、これでよし。はい。っていうことでね、そうだな。第一印象は、流浪に謙信って感じですね。ふわふわと掴みどころのない流浪武士って感じですよね。あと何よりも語尾がござるですからね。それと、風っていうワードを結構強調していたのも気になる部分です。風。なんとなくこう、爽やかな、そよ風のような存在っていうニュアンスが出せるといいですね。色に例えると、声の質的には爽やかな感じなので、緑とか青っぽいんだけど、ただね、名前に楓っていう文字が入っているので、イメージとしては赤いんですよね。なので、爽やかな秋風のような感じをイメージしてデザインしていきたいと思います。あとですね、風って風を強調するってことはデザインに対しても風を表現しているような要素が含まれている可能性が高いと思うんですが、風を表現するにはこれはマフラーが便利なんですね。なので和葉さん高確率でマフラーを巻いていると思います。いつもマフラーがたなびいている感じじゃないですかね。でね、これはちょっとメタっぽい視点になってしまうかもしれないんですが、僕原神のミリシラをやっている中で学んだことがあって、皆さん覚えてますでしょうか？第1回で出てきたタルタリアのデザイン。あのキャラもマフラーしてましたが、でね、彼のマフラー先端に行くに従って水のエフェクトに変わっていってたんですよ。ここから導き出される答えとしては、原神のデザイナーさん、マフラーの先端をエフェクトにしがちというのが言えると思いますので、おそらく和葉さんのマフラーの先端もですね、スキルを発動して素早く動いた時なんかはカサカサカサっとね、ほつれて楓の葉っぱになったりなんかするんじゃないでしょうかね。あとセリフに雨の中を裸足で歩くって出てきたので、多分そんなにきっちりとした靴を履いているわけじゃなく、草履のような簡単な履物を履いているんじゃないかなと思います。さすがに完全に裸足っていうことはないでしょう。さあ、ここから着彩ですね。色はさっきから言っているように、楓のイメージ、赤を基調に塗っていきたいと思います。楓って、もみじみたいにオレンジ色に紅葉する葉っぱですよね。ちょっと、ルノーニケンシンのように全身オレンジもあり得るかなとは思ったんですが、ゲームのキャラ
ラクターとしてはそれだとちょっと単調な感じにも見えてしまうのと、あと真っ赤な髪の毛って少し凶暴なニュアンスも含まれてしまうので、1、2本ぐらいオレンジの毛束のメッシュが入っているぐらいのバランス感のような気がします。あと、カエデの葉っぱっぽい髪留めとかね、ついているかもしれないですね。それと全身の色味としては、そこまで派手な色使いはされていない気がします。自然を愛するような感じを声から受けたので、例えばこんな夜空をイメージしたような羽織物を着ていて、落ち葉とか風の流れを表現したような柄の着物を着ていて、気の赴くままに自然と共に生きているような、そんな感じをデザインに含ませてみました。最後に落ち葉が風に舞い散るようなエフェクトを追加していったら、はい、斉藤直樹予想、原神の楓原和葉完成です。いやー、ちょっとこればかりは、毎回どう転ぶかわからないな。一番緊張する瞬間なんですが、よし、心の準備はできました。見ていきましょう。本物の楓原和葉のデザインはこちらです。ドドン。ちょっとごめんなさい。感情ぐちゃぐちゃになっちゃった。最初に一言言っていい？和葉さん、刀を持ちて、裸足で歩く。って言ってたけど、裸足じゃないじゃん。もう、裏切りだよ、それは。で、まあ、そこはいいんですが、いやー、なるほどですね。いや、まあ、近からず遠からずといったところですが、いやー、でも、割と抑えるべきところ、抑えてるような感じしませんか？まずね、ここ、風を表現したマフラーつけてます。あと、ほら、ここ、髪の毛のオレンジ色のメッシュ。これちょっと本数は違いましたが、ここ一致してるの割とすごくない？でもそうか。この後ろで髪の毛縛ってる感じ。これ、ルオーブシ感ありますよね。剣心も後ろで縛ってますからね。いやー、これはちょっと反省です。あとね、楓の葉っぱをあしらった着物デザインということで、いや、割と全体的にいいところついていけたんじゃないかと思うんですが、いかがでしょうか？ただね、僕のデザインは上の方にボリュームがあるデザインなんですが、本物は下の方にボリュームがあって、上の方はシュッとしたデザインで、かっこいいシルエットになってるんですね。いやー、これはめちゃくちゃ勉強になる。とても素晴らしいデザインですね。はい。ということで、今回は大人気オンライン RPG 原神のミリシラチャレンジをやってきました。いかがだったでしょうか？さすがに3回やったのでね、おそらく原神のミリシラはこれで最後になると思いますが、また新しいコンテンツがあったら、ミリシラチャレンジやってみたいと思いますので、楽しみにしておいてくださいね。それと原神の第1回、第2回のミリシラチャレンジをはじめ、今までいくつかのミリシラチャレンジをやってきた動画がありますので、興味がある方はそちらも合わせてチェックしてみてくださいね。概要欄に URL を載せておきます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ということで再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか？新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。